ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ軍によるロシア本国内への攻撃について取り上げようと思います。現在、ロシアはウクライナに対して本格的な侵攻を行っており、ウクライナの領土を占領している状態です。いわば、抗戦している状態なわけです。ですから、ウクライナには自衛する権利としてその戦いを進める権利があります。しかし、自衛するにあたって、どこまでを戦場とするかは、欧米や日本での考え方と実際許される範囲というのは結構差があるものです。今回取り上げる話題は、ウクライナ軍の攻撃がロシア本土に及んだ場合、これが自衛に当たるかどうかについて解説していこうと思います。それでは、ロシアの首都モスクワにほど近いと言えるようなところまで、ウクライナ軍の攻撃が及んだかもしれないニュースを取り上げていきます。ウクライナがロシア領内の空軍に基地にドローン攻撃か、3人死亡とロシア国防省。ロシアは5日、リャザン州とサラトフ州にある2つの空軍基地の上空でドローンを迎撃したと発表した。ロシアはウクライナのドローンだとしている。空軍基地はウクライナ国境から数百キロに位置する。ロシアによるとドローンが迎撃されたのはサラトフ州のエンゲルス空軍基地とリャザン州のディアギレボ空軍基地の上空。ウクライナから見た場合、この空軍基地、特にリャザン州のディアギレボ空軍基地の上空ということは、ロシアの首都モスクワから見てもそう遠くない場所であることがわかります。ロシア国防省は声明で、ドローン2機を迎撃したと説明。落下した破片で航空機2機がわずかに損傷を受けたとした。2州でのドローン撃墜で、ロシアの軍人3人が死亡し、4人が負傷した。これらの航空基地には、長距離戦略爆撃機が駐機しているとみられる。最初に複数の大きな爆発が報告されたのはエンゲルス空軍基地だった。原因について公式のコメントは出されていない。この数時間後、ロシアはウクライナ全土の標的に対してミサイルの一斉攻撃を行った。このミサイル攻撃は、ウクライナの一般市民やもしくは社会インフラに対する攻撃であり、ロシア本国内への攻撃に対する報復として実施された可能性が指摘されています。ウクライナはドローンの件について公式にコメントしていません。公式には自分たちがやったかどうかについても含めて発表はされていませんが、しかしウクライナ空軍はひどく損傷したロシア空軍機とみられる画像とパーティーの顔文字をつけて何があったんだとツイートしています。写真を見る限りでは航空機は完全には破壊されていないようです。こうした損傷を与えることだけでも十分な戦略的効果があることは後で解説しようと思います。ロシア政府は以前にもウクライナがロシア領内を攻撃したと非難している。今回ドローンが迎撃された場所は以前攻撃を受けたとされる場所よりも国境からよりロシア本国内側に位置する。BBC のロシア編集長はウクライナの攻撃がロシア領土にこれほど深く入り込んでいることからロシア政府の面目を失わせることになるだろうと指摘する。5日撮影の衛星画像ではエンゲルス空軍基地にロシアの爆撃機が駐機しているように見える。映っているのは戦略爆撃機ツポレフ160とツポレフ95とみられる。ウクライナへの攻撃で使用されたことのある空中発射型の巡航ミサイルを搭載することができる。先週公開された別の衛星画像でもエンゲルス空軍基地での軍用機の動きが活発になっているように見える。ロシア政府のペスコフ大統領報道官はプーチン大統領が2件の迎撃について報告を受けたと説明した。記事はここまでで、ここからは記事を補足していきましょう。現在ウクライナ軍は飛行距離1000キロの突撃型ドローンを開発しています。現在テストしている段階だとしていますが、ほぼほぼ完了が終わり性能テストをしている段階ですから、今回の攻撃に使用された可能性があります。つまり、テストイコール実戦投入という形で、実際に役に立つかどうか確かめたかもしれないということです。ウクライナ軍が公表している突撃ドローンの性能としては、飛行距離が1000キロ程度ですから、今回の攻撃には当然のように射程範囲内になりますし、ウクライナと領土が接している部分についてはかなりの部分攻撃が可能になります。また、今回はウクライナ軍の突撃ドローンだったかもしれない話なわけですが、ロシア軍による本格的な侵攻が始まって以降、一度も陥落していないハルキウ周辺、その隣接しているロシア本国領への攻撃というものは少しずつ活発化しているように見えます。ロシア軍の空軍基地に対する攻撃なども行われたかもしれないといった話などが出ています。これらに全てかもしれないとわざわざつけるのは、ウクライナ軍はこれらのロシア本国領土に対する攻撃については公式な声明は発表していないからです。今回ロシア本国領かなり奥深くまで攻撃ができたことには非常に大きな意味があります。
まず第一に、攻撃の手段が何であったかっていう点についてはそれほど重要なことではありません。攻撃できたというその証拠それ自体が大きな意味を持つのです。なぜならば、これまで守らなくてもよかったと思い込んでいる部分に対して攻撃がされたのであれば、今後は対策を練らなければなりません。例えば第二次世界大戦においては、日本にはアメリカからかなり遠い場所にありますから、すぐには攻撃されないだろうと余裕を持っていました。しかし、東京に対する奇襲攻撃が行われた時には、まさかという気持ちがありましたし、その後、主戦場がまだまだ南太平洋だった時においても、東京周辺の守りを固めなければならないという実際の人員や予算を割かなければなりませんでした。これと同じようにして、ウクライナ軍はどうせ攻撃してこないだろうと思っていたロシア本国その奥深くまで攻撃したのであれば、それに対する対応として人と兵器をどこかにずっと張り付かせておかなければなりません。なぜならば今回攻撃されたような、例えば空軍基地の場合であれば非常に高額な兵器が並んでいる場所です。値段の高い兵器に対して突撃型のドローンというのは基本的には使い捨ての兵器ですから何十億円とかかるようなことはありません。攻撃が成功すれば費用対効果は非常に高いのです。しかし実際に攻撃が成功していなかったとしても守らなければならないという負担それ自体が継続的にかかるのであれば、これもまた攻撃を行うことによる戦略的な負担というものをロシア側にかけることができます。ですから今回の攻撃は成功していたとしても失敗していたとしても、どちらにしてもロシア側にこれからの負担を増加させることになり、基本的に意味は大きいのです。そうした軍事的な問題だけでこの話を片付けてはなりません。なぜならば日本に置き換えた場合においても非常に気をつけなければならない議題があるからです。それは攻撃された際の反撃をどこまで行ってよいのか、そのポイントには日本だと特に批判的な声があることを忘れてはなりません。例えば日本がどこかの国から攻撃された場合、相手国に対してじゃあ反撃するのかしないのかといった話題をしたときに、基本的にはその権利は認められているはずなのです。これは自衛による反撃であって決して侵略行為ではありません。例えば北朝鮮からミサイルが飛んできた場合、北朝鮮に対して反撃をするのかといったときに、これまではできるとしていましたが、そのための武器は用意されていませんでした。あくまでも日本は自衛のための戦力を保持しているだけであり、反撃する能力については限定しようという考え方がこれまでは主流だったわけです。そうした状況を覆すために、例えば将来的には国産のミサイルを配備しよう。でも今は射程距離の長いミサイルは持ってはいけないと規制していたんだからまだ配備できない。そのために即戦力となる巡航型ミサイルをアメリカが買おうとしているわけです。しかしウクライナの場合だと自衛するにしてもロシア本国に対する攻撃をすると支援している国々、特にアメリカが良い顔をしないし、実際にそのための射程距離の長いミサイルは売ってくれないという事情があります。日本の場合だと射程距離1200キロもの巡航ミサイルトマホークをお金さえ出せば買える状態なわけですが、ウクライナの場合だとアイマース用の射程距離300キロのミサイルすら売ってくれないのが現状です。このように自国に技術や兵器を作る能力がないと他国の支援に頼っている関係上必要なものを必要な時に揃えられないという大きな問題を抱えてしまいます。また支援している側の条件としてロシア本国に対する攻撃を本格的にしないでくれと言われればそうせざるを得ない弱さというものもあります。実際にウクライナは本格的な侵攻を受けて領土を大きく占領されている状態にもかかわらずそのような規制を受けるというのは基本的には道理の通らない話なわけですが、道理が通らなかったとしても政治的には受け入れざるを得ないというのが現実です。この点は海外の支援に頼らざるを得ない国の問題だと言えるでしょう。だからこそ日本はこうした問題にきちんと対応して自分の国は自分で守るという大前提をしっかりと意識しなければなりません。ここ最近に来てようやく反撃能力を持つことも許容すべきだという声が日本国内で高まったのは良いことだと言えるでしょう。ただし将来的には必要な兵器は自分の国で作る。そうした防衛予算を出すときにも日本国内でお金がぐるぐると回るようにすることを十分に意識しなければなりません。自分の国で兵器が作れないような国の場合、他の国へとどんどんとお金が流れていってしまいます。そして海外製の兵器を持ってくるとどうしてもその国の政治的な主張を受け入れざるを得ないといったことも発生してしまうのです。今回ウクライナ軍がおそらくは
自力開発した突撃型ドローンによってロシア本国に対する攻撃を行ったとみられます。これは海外に依存していた兵器ではどうしてもそうしたロシア領内の軍施設に対する攻撃も不十分だという問題をなんとか自力解決しようとする動きです。日本は憲法9条による専守防衛の国ですが、このようなウクライナによる防衛の一環としての反撃についても批判するのではなく認めるべきだという点を十分意識する必要があります。さて、支援という意味では少し話題を変えましょう。今回のロシア軍によるウクライナ本格的な侵攻に伴って世界各国に戦争特需が発生しています。その中でもアメリカを除けばおそらくは一番の特需に湧いているのが韓国です。その韓国製の戦車や自走砲を大量に購入したのがウクライナの隣国ポーランドで、そのポーランドに韓国製の戦車、自走砲が到着し始めたようです。これに伴ってウクライナにも恩恵があると考えられます。というのも、ポーランドはロシア系統の戦車などについては全てウクライナに引き渡し、その空いた穴をアメリカから購入する M1 エイブラムス戦車と韓国から輸入する戦車で整備しようという計画です。ですから今回韓国から戦車や自走砲が届くことによってウクライナへ引き渡されるロシア製の戦車などが出てくると考えられるのです。ポーランド自身は兵器の近代化を図り、それに押し出される形でロシア製の兵器などがどんどんとウクライナへと支援に回っていくという構図になります。もともとウクライナは国力としては低いものであり、このような軍事支援によってロシア軍と対抗できるだけの戦力を整えることができました。そのこと自体は決して批判されるべきことではありません。なぜならば侵略されている側の国が助けを求め、その求めに応じて軍事支援が入ることは何ら非難されるようなことではないからです。ただし、支援が集まるかどうかはその国の政治・外交上の関係によってかなり左右されるものですから、助けを求めれば誰でも助けてもらえるわけではありません。ウクライナの状況を見て、日本も助けを求めれば、多くの国々からきっと支援が入るはずだから、そんなに備えをしなくてもいいじゃないかという意見は私は反対です。自分の国は自分の国で守るという基本姿勢がなければ、助けを求めたとしても、助けてくれる国が出てこないという可能性もあることは十分に気をつけなければならないのです。というわけで今回の動画はここまで。ロシア本国領内かなり奥深くのところまで攻撃が及んだとされるニュースが流れています。このことから考えなければならないのは、今起こっている現実の戦いにおいて、日本も考えなければならないことは非常にたくさんあるということです。あなたが今回取り上げた話題でどのようなことを考えたかぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとコメントの書き込みよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。